本日の動画は自律神経失調症の原因である精神的ストレス。この精神的ストレスを解消する方法についてお話しします。こんにちは、野村整骨院院長の野村明夫です。自律神経失調症の原因は精神的ストレス。これはよく言われることで、私もいつも言っています。その原因である精神的ストレスをなくせばいいわけですね。では一体その精神的ストレスはどこから来るのでしょうか。そのほとんどは人間関係と言われています。人間関係がうまくいかないから精神的ストレスにつながっていく。ですから本日は良好な人間関係を築き、精神的ストレスから解放されるための初めの一歩、そのコツについてお話しします。人間関係のストレスというのは様々なものがあると思います。その一つにコミュニケーションのズレ、言葉の使い方、普段どのような言葉を使っているのか、良好な人間関係を作るコツもお気づきだと思いますが、その答えは言葉に気をつける。なんだそんなことか、そんなことは知ってるよと思われるかもしれません。しかしこの言葉に気をつける、これには2つの意味があります。一つは文字通り言葉遣いに注意する、乱暴な言葉は使わないという意味です。もう一つは順を追って詳しくお話しいたします。まずは1つ目の言葉に注意するですが、具体的にどういうふうに言葉に注意すればいいのか、何に気をつけて言葉を使えばいいのか、これについてお話しします。とても簡単なことです。これを身につけることで、あなたは良好な人間関係を築くことができ、精神的ストレスから解放されることでしょう。人間関係で悩まれている方もぜひ最後までご覧ください。言葉を使える動物は唯一人間のみです。日本語には言霊という言葉、表現がありますが、これはもともと神様と人間の間で交わされた対話のことを指していました。神様と人との間に交わされるため、特別に許可された神聖なもの、そのコミュニケーション方法が言葉と言われています。ですから、その神聖なものを使うとき、気をつけなければならないこと、それが十全会の中に書かれています。難しい言葉が出てきましたけども、十全会というのを簡単に言いますと、人としてしてはいけないこと、それを10個にまとめたものです。昔の人はちゃんと残してくれていたんですね。そしてこの10個のうちの4つが言葉に関しての内容になります。ですから、いかに言葉が人の行いで重要なものだったのかが伺い知れると思います。この4つを今から紹介していきますけども、その中で1つだけしてほしいものがあります。なんだこの4つは簡単じゃないかと思う方は、これら4つをしていただければいいと思います。それでは1つずつ紹介していきます。1つ目は不毛語、嘘をついてはいけません。2つ目は不季語、中身のない言葉を話さない。過ぎたお世辞は言わない。3つ目は不良舌、二枚舌ですね。他人を仲違いさせるようなことは言わない。そして最後4つ目は不悪句、悪口を言わない、非難をしない。この中の1つだけ不悪句ですね。悪口を言わない、非難しない、批判をしない、これだけでいいです。この非難、悪口、批判っていうのを一切言わないでください。この非難、悪口というのは、例えばテレビの通販番組であなたがそれを見て、なんだかくだらないなと思うような商品が紹介されていたとしても、くだらないと思うのはいいんですけども、その商品に対して批判や非難、悪口などを言わない。そういう商品とか品物も含めてです。もちろん人の悪口、非難も言わないようにしてください。ですから気に入らない政治家の人がテレビで出ていたとしても、気に入らないと思うのはもう人それぞれなのでいいんですけども、その時に口から非難、悪口ですね、批判などを言わないようにしてください。この言わないでストレスがかかるかもしれません。それよりもあなたの周りの良好でない人間関係の方がストレスが大きいと思いますので、1週間、とりあえず1週間、この非難、批判、悪口を封印してください。これが1つ目の言葉を注意して使うの具体例です。
そしてもう一つ、言葉に気をつけるの2つ目ですが、この気の文字を気に変えます。この気というのは人の活力などの源となるもの。それを東洋医学では気と表現しています。そしてこの気は日常でもよく使われる言葉で、元気の気、やる気の気、勇気の気、人気の気、気持ちの気、そして病気の気です。気が病むと書いて病気です。言葉に気をつけるの2つ目は、言葉に気をつける、くっつけるという意味です。例えば同じことを言っていても、この人の言っている言葉は入ってこない、全然響かないというのがあると思います。ですがこの人の言っていることは入ってくる、とても響くというのがあると思います。その理由の一つは、その人の吐く言葉にこの気がついているかどうかです。気持ちがこもっているという方が分かりやすいかもしれません。ではこの言葉に気をくっつけるにはどうしたらいいのか。それは先ほどもお話ししたように、言葉に気をつけるだけで大丈夫です。ですからこの言葉に気をつけるということを一つだけしていただくことで、今お話ししたように2つの意味合いが行われますので、一石二鳥と思っていただければいいと思います。まとめますと、自律神経失調症を改善していただくために、その原因の精神的ストレスを解消していただくために、良好な人間関係を築いていただくためにしていただきたいこと、それは今日たった今からあなたに行っていただきたいことは、言葉に気をつける。あなたの話す言葉に気をつける。言葉の何に気をつけるか。それは悪口、非難、批判を一切言わない。ただこれだけです。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。